この動画では、よく使われる日本語表現20個を紹介します。日常会話はもちろん、JLPT にもよく出てくるため、覚えておくと非常に役立ちます。1、ようにする。意味。何かを習慣として続けるように努力することを表します。例文。健康のために毎朝ジョギングするようにしています。解説。この表現は、自分の意思で何かを続けようと努力していることを表すときに使います。つまり、ようにするは、完全に習慣になっているというよりも、意識的にそうしようとしている段階です。例えば、水をたくさん飲むようにしていますと言えば、いつも必ず飲んでいるわけではなく、できるだけ意識して飲むように努力しているという意味になります。2、ようになる。意味。能力や状況が変化して、何かができるようになった、起きるようになった時に使います。例文。毎日練習したので、漢字が書けるようになりました。解説。ようになるは、変化の結果として、何かが可能になったり、起きるようになったりした時に使います。ポイントは、自然な流れでそうなった場合に使うことです。例えば、日本に来てから納豆が食べられるようになりましたは、最初は無理だったけれど、だんだん慣れて、今は大丈夫になったという変化を表しています。3、てしまう。意味。1、完了。2、後悔、失敗。3、不本意な結果を表すことができる便利な表現です。例文。寝坊して、大事な会議に遅れてしまいました。解説。てしまうは、状況によって意味が変わります。完了の意味。やり終えた、全部終わったというとき。例。この本を全部読んでしまいました。後悔、失敗の意味。やってはいけないことをしてしまった、など。例。財布を忘れてしまいました。不本意、意図しない結果。つい、気がついたら、というニュアンス。例。ついお菓子を食べてしまった。特に JLPT では否定的な意味後悔でよく出てきます。自然な会話にも品質です。4、ながら。意味。2つの動作を同時に行うときに使う表現です。例文。音楽を聴きながら勉強するのが好きです。解説。ながらは、主に A しながら B するという形で使います。A と B は同時進行の動作であり、A が副的・補助的な行動、B が主な行動になることが多いです。例文では、音楽を聴くが補助的な行動で、
勉強するが主な行動です。5、ばかり。意味。だけをしている、偏っているという意味で、やや否定的なニュアンスがあります。例文。休みの日は寝てばかりいます。解説。ばかりは、数が多すぎる、そればかりして、他のことをしていないといった意味になります。例えば、ゲームばかりしているは、ゲームばかりして勉強していないというニュアンスが含まれています。6、ことにする。意味。自分で意思を持って何かを決めるときに使います。例文。健康のために夜9時以降は食べないことにしました。解説。ことにするは、こうしようと自分で決めたことを表します。日常生活の中で自分でルールを作ったり、何かを始めたり、止めたりするときによく使います。7、ことになる。意味。自分の意思ではなく、他の人や外的な理由で何かが決まる場合に使います。例文。来月から大阪に転勤することになりました。解説。ことになるは、自分で決めたわけではないけれど、何かの事情でそうなった場合に使います。例えば、会社の指示や学校の方針などです。8、てみる。意味。何かを試してやってみる、経験してみる、という意味です。例文。日本のお寿司を食べてみたいです。解説。てみるは、どんな感じか確かめるために、実際にやってみるというニュアンスがあります。試しにという意味が含まれていて、行動を軽く提案するときにも便利です。9、た方がいい。意味。相手にアドバイスや助言をするときの表現です。例文。疲れているなら、早く寝た方がいいよ。解説。た方がいいは、何かをした方が良い、または、しない方がいい、という助言や提案の時に使います。会話の中で、とてもよく使われるフレーズです。10、ようと思う。意味。自分の意思や計画を柔らかく表現します。例文。来年、日本で働こうと思っています。解説。ようと思うは、しようと思っているの省略形で、自分の未来の計画や意思を伝えるときに使います。丁寧な印象になるため、話し言葉としてもよく使われます。11、かもしれない。意味。ある可能性があるが、確実ではないときに使います。例文。明日は雨が降るかもしれません。解説。かもしれないは、
50% くらいの確率で何かが起こる可能性があることを表します。推量の表現として非常によく使われます。丁寧な表現にすると、かもしれませんになります。12ではいけない。意味。禁止を表す強い表現です。例文。この教室では、携帯電話を使ってはいけません。解説。ではいけないは、絶対にしてはダメだという強い禁止の意味があります。ルールやマナーを伝えるときに使われます。13、なくてはいけない、なければならない。意味。義務や必要を表します。しなければいけないとも言えます。例文。明日までに書類を提出しなくてはいけない。解説。なくてはいけないやなければならないは、どちらも何かをしなければならないという義務や強制を表す表現です。文書や試験問題などでもよく使われます。14、たばかり。意味。何かが終わった直後を表します。例文。学校が終わったばかりなので、まだ学生がたくさんいます。解説。たばかりは、時間がほとんど経っていないことを表します。ある出来事が起きた直後の状態を説明したいときに便利です。15、ように言う。意味。指示、助言、命令などを間接的に伝える表現です。例文。彼に早く帰るように言いました。解説。この表現は A にように言うという形で使い、誰かが他人にしなさい、しないでといった内容を間接的に伝えるときに使います。16、でもいい。意味。許可を求めたり、許可を与えたりするときに使います。例文。この席に座ってもいいですか？はい、座ってもいいですよ。解説。でもいいは、しても構わない、することができるという意味です。日常会話では、してもいいですか？という形で、相手に許可を求める表現としてよく使われます。17、手置く。意味。あらかじめ、準備、対策として何かをしておきます。例文。台風が来る前に食料を買っておきました。解説。ておくは、後で困らないように先にしておくという意味を持ちます。準備、予防、放置などの意味で使われる多機能な表現です。18、ように見える。意味。見た目や印象で何かを判断します。例文。
彼は怒っているように見えますが、本当は優しい人です。解説。ように見えるは、実際はどうかわからないけれど、見た感じでは、何々だと思うと推測するときに使います。19. ている。意味。状態の継続、習慣、結果などを表します。例文。田中さんは今、出かけています。解説。ているは、多くの用法があります。進行中の動作。雨が降っています。習慣。毎日運動しています。状態の継続。窓が開いています。経験、結果。この本はもう読んでいます。文脈によって意味が変わるので、使い分けが重要です。20. たところ。意味。した直後、した結果、してみたら、といった意味を持ちます。例文。新しいカフェに行ったところ、とても静かで気に入りました。解説。たところは、ある行動をした直後に何かが起きた、または行動の結果が分かったというニュアンスがあります。JLPT-N2 でよく問われる文型です。この動画が役に立ったら、チャンネル登録と高評価をお願いします。それでは、また次の動画でお会いしましょう。